志が低い自治体の現実と J リーグの理想、秋田の衝突。この問題は2025年末から2026年1月にかけて表面化した秋田市と J リーグによるスタジアム整備をめぐる深刻な対立です。情報公開請求によって J リーグ側が市の消極的な整備案を1000人から1万人規模に対し、非公開協議で志が低いと断じたことが発覚。これに対し厳しい財政状況や市民生活を優先する沼谷準市長が極めて常識が欠如している市民への侮辱だと猛烈に反論し、スポーツの公共性と自治体の負担の在り方を問う議論に発展しています。1、志が低い発言と市長の猛反発。2025年後半から2026年初頭にかけて J リーグ側と秋田市の関係は過去最悪と言えるほど冷え込んでいます。発言の経緯。2025年11月に行われた秋田市 J リーグブラウブリッツ秋田による非公開の3者協議の中で J リーグ側が市のスタジアム検討状況に対し、収容人数や機能面で志が低いやる気がないという趣旨の発言をしたことが秋田放送などの情報公開請求によって明るみに出ました。 J リーグ側は J2 ライセンス基準である1万人かつ J1 昇格を見据えた規模を求める立場から規模を縮小しようとする市の姿勢を批判した形です。市長の怒り。2026年1月8日、沼谷市長は年頭記者会見でこの報道内容を事実と認め、強い不快感を表明しました。常識がなさすぎる市長は多額の公金を投入する判断の重さをリーグ側が理解していないと断じました。市民への侮辱。自治体のオーナーは市民であり、市民の血税を預かる身として志が低いという言葉で断じるのは人格否定に等しいと批判。上から目線。 J リーグがライセンスを盾に地方自治体の財政除雪や福祉を軽視して要求を押し付ける姿勢を傲慢と表現しました。2、負担の正体。150億円という数字がどれだけ秋田市にとって重いか、他の事業と比較するとその異常さが際立ちます。財政力指数 0.65 が意味する白票の上の掛け。秋田市の財政力指数は約 0.65 です。これは自治体が地域で稼ぐ税収などの実力が行政サービスを行うために最低限必要な経費の約 65% にしか満たないことを示しています。残りの 35% は国からの地方交付税という名の仕送りに頼らなければ市役所の運営すらままならないのが現実です。この仕送り生活の状態にある家庭が身の丈を超えた150億円という巨額のローンを組んで豪華な施設を建てることは極めて危うい選択です。もし将来人口減少によって税収がさらに落ち込んだり国の財政難で仕送りが減らされたりすれば真っ先に家計は破綻へと向かいます。150億円の異常性を生活に身近な事業で測る。150億円という数字は秋田市が日常的に言っている他の重要事業と比較するとその突出した重さが浮き彫りになります。例えば秋田市内の全小中学校の給食費を公的に補助している予算は年間で約10億円程度です。つまり新スタジアム1つを作る費用があれば子どもたちの給食費を15年分も賄える計算になります。また市民の生活を守るために欠かせない道路の維持補修や除雪に関わる費用は年間でおよそ30億40億円です。スタジアム建設費はこの秋田の冬を支える命綱のような予算の4年分から5年分を一気に消費することを意味します。建設後の固定費が市民サービスを蝕む。真の恐怖は150億円をかけて建てた後に始まる維持管理にあります。スタジアムは完成した瞬間から利用者が異様曖昧な照明代、芝の管理、老朽化した設備の修繕などに毎年数億円というコストが発生し続けます。こうした費用は義務的経費と呼ばれ一度保有してしまえば削ることができません。財政が苦しくなった時市が真っ先に削るのはこの固定されたスタジアムの維持費ではなく、まだ削る余地があると初購入費、公園の整備費、高齢者福祉の補助金、子育て支援といった市民の生活に直結する予算です。秋田市は今後急激な人口減少と少子高齢化のピークを迎えます。20年後30年後にスタジアムの大規模修繕が必要になった時そのツケを払わされるのは今の子供たちです。自前の税収で支出できていない 0.65 という数字は私たちが将来世代に負わせる負債に対してこれ以上ないほど深刻な警告を発しているのです。3、複合開発という解決策の崩壊。複合開発という言葉は一見するとスタジアム単体ではなく商業施設やホテルを併設して稼ぐから大丈夫という魔法の解決策のように聞こえます。しかし秋田市の現状と照らし合わせるとその前提がいかに脆いものであるかが分かります。1、民間活力という前提の危うさ。複合開発の根幹は民間のテナント料や運営収益でスタジアムの赤字を埋めるというモデルです。しかし秋田市のように人口減少が加速しすでに駅前や既存の商業施設が苦戦している地域で新たに民間のホテルや商業施設が自らリスクを取って巨額の投資をしてくれるのかという根本的な問いがあります。もし民間の参入が思うように進まなければ結局は箱物の建設費や空室のリスクを市が税金で補填することになります。民間の力で解決するはずの計画が最終的には民間の赤字を市が肩代わりする構造に反転してしまうリスクをはらんでいます。2、既存の商業圏とのともに秋田市の市場パイは拡大しているわけではなくむしろ縮小しています。新しい複合施設に魅力的なテナントを誘致できたとしてもそれは市内の他の場所から客を奪ってくるストロー現象を引き起こすだけです。市全体で見れば新しい施設が賑わう一方で既存の商店街やショッピングモールの衰退が加速し地域全体の税収は増えないという結果を招きかねません。これは投資に見合った地域全体の活性化ではなく単なる市街地の重心移動に過ぎず150億円もの公金を投じる正当性が失われてしまいます。3、
多目的利用の理想と現実、試合がない日もイベントやコンベンションで活用するという多目的化も複合開発の定番の言い訳です。しかし秋田市にはすでに秋田芸術劇場ミルハスや秋田拠点センターアライブなどの立派な多目的施設が存在します。これらの既存施設と需要を奪い合うことになれば自然体の公共施設の稼働率が下がり共倒れになる危険があります。何にでも使えるは裏を返せば何においても中途半端になりやすく、結果としてどの目的でも利用料収入が目標に届かないという事態に陥りやすいのです。4、膨れ上がる初期投資と将来の修繕、複合にすればするほど建物は巨大化し構造は複雑になります。150億円という数字はスタートラインに過ぎず、複合化による高機能化は建設資材の高騰をもろに受け予算をさらに押し上げる要因となります。さらに20年後30年後の大規模修繕の際、スタジアム部分だけでなく併設された商業部分のメンテナンスコストも重くのしかかります。民間の運営会社が撤退した後に老朽化した巨大な複合施設だけが市の負担として残るというシナリオは地方都市の箱物行政が繰り返してきた失敗の典型例です。現状白紙化。2025年沼谷市長はこの計画を事実上の白紙としました。市場の建て替え案が縮小されイオンとの連携も不透明になったことで3つセットだから意味があるとしていたスタジアム計画の根幹が崩れました。4、なぜここまで難しいのか。デッドロック。現在の状況は3社がバラバラの方向を向いている次に近い状態です。 J リーグ1万人以上の屋根付きを作れ、できないならライセンス剥奪降格だ。秋田市そんな金はない。市民はスタジアムより除雪や福祉を求めている。クラブライセンスがないと死活問題でも自前で建てる金はない。まとめ、150億円をサッカーのためだけに出すことは秋田市の財政規模では不可能です。かといってそれを正当化するための大型複合開発も暗礁に乗り上げています。市民の生活 vs プロスポーツの夢ライセンス、この天秤が J リーグ側の不用意な志発言によってより一層生活側に傾いてしまったのが現在の状況です。 J リーグ側が基準を緩和する雪国特例などか民間から奇跡的な巨額出資が現れない限りこのままでは期限切れによるライセンス剥奪という最悪のシナリオが現実味を帯びてきています。いかがでしたか。この情報が役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。